おはようございます。今7時、今日は5月の29日日曜日、現在7時半前ですね。高知市内を7時ぐらいに出て、気温が20度ぐらいだったんですけど、そこから15分ぐらい、走って、工石山のふもとに来てるんですが、現在気温が15度、今日は工石山っていうのは高知市から北へ、土佐町の方に向いて上がっていく道で、ワインディングロード、結構なつづら折れの道があって、でトンネル、工石山のトンネルあたりでちょうど1000メートルぐらい標高があります。でその後、四国の水がめ、早明浦ダム、ちょっと行きたいなと思ってます。一応帰宅はお昼、トリロードを、約2回転、緩めてます、ギアを。硬いという感覚ではなかったんですが、もともと荷物、タンデム車に荷物を乗せることを想定して、このオートバイはセッティングされているようで、多少こうガツンと腰に来る時があって、今は、トリロードを緩める方向に2回転回して、今日が実質それの初走行になるんですが、少しだけでもコーナリングがスムーズになれば、現在7時37分、気温17度です。ここから標高がどんどん上がっていきますんで、工石山の山越えのトンネルあたりが標高1000メートルで、工石山自体は1400かな、1400メートルあるんですが、トンネルを越えて土佐町の方に降りていきますので、そこら辺まで非常につづら折れで景色も、ありがとう、譲ってくれましたね。煽ってないんだけど、オートバイだから。それといろいろ試しました。マニュアルモード、オートマモード、あとシフトの S1、S1、S2、S3、一応ほぼ試して、結論から言うと、デモードでパドルをちょいちょい使うのが一番やっぱり楽だし、
どうせだったらマニュアルモードで走るか、シフトのチェンジタイミングが S1、S2、S3 で変えれるんですが、ちょっと思ったようにはいかなくて、これが AI でも入ってて学習機能があればなおいいんでしょうけど、そこまではできてないと思います。あと分かったのは、今もそうですけど、結構低速というか、2000回転以下でもどこどこと走りますね。シフトダウンせずにそのまんま、1500まで下がるとさすがに自動でシフトダウンするんですが、そうじゃなければ結構低回転まで粘って走ります。走るし、そこからひねると、ツアーモードだったらドスンと加速するんで、4発のオートバイなんかだと、2000回転からアクセルひねってもそれほどの加速感、トルク感はないと思うんですが、 MT はさすが2気筒で 550cc がビッグシングルが2つ回ってるような、やっぱり下からドンときますね。非常にだんだん慣れてくると、こいつの、いいところ、あと癖が分かってきましたんで、コーナリング性能は本当に素晴らしいです。前後17インチ、サスのストロークも長いですし、フロントは倒立サスなんで、フレームも非常に剛性は高いですね。そんなにスピードは出したことはない。瞬間的に高速道路で追い抜いた時に140、50出たんですけど、全く安定したまんまで、何の恐怖感もなくて、感動ものです。ものすごくよくできたオートバイ。あとはもう突出できるのは風防の効果。これは何度も言ってますが、多分国産ではトップじゃないかな、この風防は。ゴールドウィングがあるぞっていう話もあるんだけど、ゴールドウィング乗ったことないんで真道なんで。あと下り坂になるとお話ししようと思ってるんですが、デモードでのシフトダウン、要はうまくブレーキを使う、それが一番手っ取り早いですね。ブレーキを上手に使ってアクセルコントロールをすれば、まず思ったような、ギアシフトができる。あとは足らないところはパドルでちょこちょこっと触ると、まずそんなに不満はない。た
ただマニュアルミッションに乗ってみたい気持ちはやっぱりまだありますね。はい、微妙です。本当に疲れてくる。数百キロ、先日半日で300キロ、瀬戸内まで行った時は走ったんですが、ああいう時はやっぱりそうですね、DCT の良さを痛感しましたね。ただ日常使いとかこういうワインディングで楽しむっていう意味ではマニュアルが欲しい。そうですね、本当に欲の欲張りを言えば両方できたら最高です。クラッチも欲しいです。今はクイックシフターが今の、大排気量車はついてるようなんで、シフトタイミングに合わせてアクセルワークなんてやらないみたいなんで、でも CRF ラリー乗っててやっぱシフトダウンで一瞬アクセルね吹かすとかシフトアップ、これが実は楽しいんだけど、まあ時代ですね。結局クイックシフターをつけるんだったら JCT でパドル叩いてるのとほぼ同じような感じで変わんないです。クラッチ握らないんだから。これ頂上です。結局クイックシフターがついてるんであればクラッチ握らないから同じじゃないかいな。で DCT は勝手にチェンジするんで、そいつをマニュアルモードでパドルでパカパカやれば同じになる。ただマニュアルモードに、MT をもしシフトしても、シフトダウンは低速域になるとやっぱ勝手にシフトダウンをします。そこはそうしないとエンストしちゃうんでね。シフトアップはマニュアルにすると自分でやんないといけない。DCT の勾配いろいろ巷でいろいろ言ってるんですけど、アクセルワーク、クラッチワーク楽しみたい時はやっぱクラッチがないのは辛いというか、そうですね。どっちを取るか難しいですね。両方さっきも言ったけど両方ついててスイッチ一つで変えれれば理想的かもしれない。そんな音が出たら私買い替えるかもしれない。でもさりとてこの NT の、DCT そんなに大きな不満があるわけではないです。昔の出た頃は随分違和感があったっていう話を雑誌とか雑誌はあんまり見ないな、 YouTube とかでやってる。私は DCT に乗ったのは子
このバイクが初めてなんで、こんなもんかなと。意外にシフトチェンジの、音と感覚がカチンカチンと静かが変わるんで分かるんで、まあ癖でクラッチを握れないんで、ちょっと時々変かなと思うんだけど、あとはどうってことはないですね。まあ、人によったら退屈だとかいう方もいるし、そもそも2気筒エンジンなんで、そんなにぶん回すエンジンではない。まあぶん回すっていうよりは、もう低速からガツンとレスポンスしますんで、4発のように回転上昇とともに、パワーが盛り上がるっていう感じではなくて、もういきなり下からドスンといっちゃう。ほんですごいですよ。それはもう、これフロント浮くんじゃないかな。ローギア、セカンドギアあたりでトラクションコントロール切れば、それぐらいガツンときますね。ただ高回転の伸びを期待すると、そこは4発とは違うんで、NT が回転が頭打ちになる7500ぐらいでピークパワーなんですよ。そこら辺から4発はパワーバンドに入るんで、まあプラス50馬力ぐらいはそこから上に乗っかってるっていう感じかな。まあその分下を捨ててると。まあ日常使いで150馬力200馬力はいらないし、あったとしてもなかなか使えないでしょうね。サーキットでも持っていかないと、そんなシチュエーションはほぼないでしょうね。まあオートバイ趣味の乗り物なんで、やっぱりこうそういう加速感、気持ちよさを味わうっていう意味では、4発の高回転の吹き抜けるハムに乗るっていう感覚は私も好きだし、今でも覚えてます。ただ NT のこの2気筒550ビッグシングルのツインの下からガツンと走る、これはこれで捨てがたくって、4発では真似ができないゲートですね。このトルク感は2気筒だからこそ出せる。高回転が回らないかと思えば、意外に、まあ、デッドゾーンまでスムーズに回ります。で全然パワーの垂れもなくて盛り上がってくる。得てして、ただ惰性で回るようなハンコの2気筒バイクあるんですがこいつはやっぱ上まできっちり吹き上がりますね。でパワーも盛り上がってくるんで、楽しめるのは楽しめます。まあそんなに
高回転まで引っ張ることはめったにないし、ほぼないです。まあ今日のような感じでゆっくり走ってるということです。あとシフトチェンジ、これもう土佐町に来てますね。今日もいいお天気です。でシフトチェンジ、シフトダウンのタイミングに関しては、アクセルワークで上手にいく。ブレーキを軽く当てるとシフトダウンしてくれる。でノーブレーキでコーナーに突っ込むとシフトダウンせずにそのまんま行っちゃう。ブレーキをうまく使うっていうのは DCT の一つのコツかもしれない。極低速の時に本当は一本橋、教習所限定会場の一本橋のような感覚で、極低速 U ターンとかする時もそうですけど、電子制御スロットルとクラッチ、これが結構癖があって勝手につながったり切れたりをごく低速ですよ、もう歩くぐらいでするんで、そうするとギクシャクするんですよね。でどうするかっていうとリアブレーキを引きずる。強くはしない。ただ軽くリアブレーキを引きずりながら、そっちでスピードコントロールをして、あとアクセルワーク。そうするとうまくハングラ状態というか DCT に任せっきりだったらガクンガクンとしますけど、そこは多少人間が介入してあげるとごく低速域もうまく走れます。だからそうですね、ワイディングロードかかって攻めたいときはぐっとこういう感じでシュートダウンして、こういう感じですね。ちょっとやってみましょうか。そうですね。こんな感じ。まあスピードにはちょっと目をつぶっていただいて、郊外で信号も何もないところなんで、ああいう風に走れば走れます。DCT は賢いんでブレーキとアクセルワークを逆に人間が学んで DCT の動きを読んで人が操ると、さっきのようにコーナーも上手にシフトダウンをさせることができる。今だからさっきのような走り方でもシフトモードは変えてませんよ。で D モードのままで
ああいう感じで行けちゃうんで、まあ要は人間が学ばなきゃいけない。DCT が人に合わせてくれるわけではない。まあかなり合わせてはくれるんだけど、そこを見越して人間がDCT の癖を読み取って合わせればそれなりに操れるし、まあそこが面白い。意外に DCT のそこはいいとこでもあるし、楽しみでもある。うまくオートバイを制御できたなという、まあこれは一つの楽しみ方ですね。クラッチワークの代わりに DCT ワークをするっていうまあ皆さんどんな風に乗られてるのか、 DCT に不満になる方もいっぱいいると思うんですけど、それは DCT に掘り任せて自分の思う通りに動けってそれは無理なわけでDCT とね、ドライバーをワイヤーでつないで先行けワイヤーでつないで、意思疎通でもしないと無理なわけで、まあその意思疎通の手段がマニュアルの場合は、クラッチとスロットルとギアで、DCT の場合はブレーキとスロットルコントロールで、まあその意思を伝えられるというか、そういう乗り方ができるし、そうしないと DCT の不満ばっかりが思うように動かんという不満がどんどん溜まっていく。思うように動きますよ、やり方一つで。まあそこは、これからね買われる方にぜひ、DCT のいいところ、上手な操り方、やり方一つで楽しめるっていうことも、お伝えしたいな。まあどっちにしようか悩んでる方、ちょっとここで道の駅で休憩していきます。もう1時間走ります。年なんで疲れちゃう。オートバイはここへ止めるのか。よし。